皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちはハイエースで日本一周している夫婦です。現在岐阜県です。今回は下呂温泉を中心にグルメも食べますし、温泉に入りたいと思ってます。メインは下呂温泉です。温泉大好き夫婦でございます、はい、温泉手形っていうのも今回あるみたいなので、そちらで下呂温泉の中の3軒温泉に入りつつ、事前情報として自分たちが行きたかったところがいろいろ閉まってたりっていう日にちになってしまったので、そこは残念なんですけども、食べ歩きも少しずつしながら楽しんでいけたらなというふうに思います、はい、温かい目で見てください。定休日を調べたら本当にかぶってるところが多かったんです。火曜日水曜日で定休日があるところがちょこちょこあるみたいなので注意ください。早速ですが、けいちゃんというグルメを食べに来ました、はい、そちらから食べていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。この鶏はブランド鶏、岐阜県の恵那市というところのブランド鶏です。美味しそう、いい匂いがしてる。なんかジンギスカン鍋みたいな盛り上がり方してる、いただきます。船鶏だそうです。あっという間になくなっちゃうなこれ、鶏肉は柔らかいやつだな、てっきりちょっと弾力あるのかなとか思ってたけど、柔らかい。若鶏の中でも超柔らかいみたいな。味噌っぽい。味噌っぽい。ご飯2人でシェアします。ご飯には合うですもんね。量もちょっと欲しい。4人前は欲しい。手軽に食べられる定食ではないからちょっと特別な感じにはなるね。1玉を入れます。タレはついた状態で焼きそばが来るので、具を残した状態か具を追加してまた焼きそばで締めると美味しいみたいです。おかわりないと多分皆さん足りないと思います。確実にこれ2人前鍋だけど、1人で2人前でもいいぐらい。タレがこの味だから普通の焼きそばとは全然違う。違うね。焼きそばパンに挟まってるような焼きそば。ああ、わかる。めっちゃわかる。もういらないんですか？なわけないでしょう。相手の出方を見ている。でその隙にも私全部食べる勢い。遠慮もしながらやっていくもんでしょ。もちろんそうだよ。こんな気を使ってくれるなら遠慮なく行くよって話。いやいや、お前も使いよ。入ってよかった。背負って帰りたい。私も一緒に背負って帰って。皆さん苦労されると思います。この子を連れて帰ると大変ですよ。こだわりの秘伝のタレで焼くけいちゃん、私コーヒーとともにお出しします。けいちゃんとコーヒーは合うでしょうか？いや、合わない。合うか合わないか、いや合わない。それでは早速下呂温泉日帰り入浴巡りに行きたいと思います。けいちゃんからは10分もかからないでこちらまでやってきました。はい、すぐ近くです。はい、下呂温泉合掌村の徒歩近道がある駐車場です。ここは書いてる通り午前8時から正午までの間は朝市やってるので、それ以降だったらこんな感じで駐車場も割と今のところは空いています。こちら無料の駐車場で終日無料ということです、時間制限も特に書いて注意書きとかもないので、ちゃんと公式の下呂温泉のマップに載っている場所です。これよりもちょっと先に行った上の方にも合掌村の駐車場あるので、そうだね、ここ以外は全部有料駐車場になりますので、ここからちょっと坂を降りていくような形です。歩く距離は長くなるんですけど、本当私たちからしたら無料に越したことはないので、ここから天気もいいし歩いていきます。しっかり温泉道具も持ってだいぶコンパクトにして持ってきます。飛騨も高山もだったけど下呂温泉も紅葉が綺麗です、天気が本当にいい。今日めっちゃ天気いいね。あったかい、気持ちいいぐらいの涼しさであったかさです、最初に行く温泉、その前に手形を取りに行くのか。
手形はね、今から行くところの温泉で帰るっぽくて、今日は水明館ってところと吉泉館クアガーデン露天風呂っていうこの3種類入ろうと思っております。はい、それで1500円ぐらいだったっけ、ネットで見てていいな、ここ行こうって言ったところ全部今日入れない日だったそう、入りたい温泉あったんだけど温泉手形でも入れない時間帯とか、入れない日があったりとかするから、基本どこの温泉も昼から、遅いところは夕方からってとこ、6時ぐらいからもあったんだよね。一番早いところで8時だったかな。でも基本は12時からってところ、平日の方がゆったりは行けるけど、やっぱお店の休みとかはあるから、土日だと全部空いてるっていうのは確実だけどね。こっちから歩いてきました。途中に市営駐車場があったけど、以前安かったのに今もう20分100円になってますね。前は30分100円だとか、なんか1時間何分とか書いてたんだけど、徐々に値上げして、今はこの値段、2024年11月時点はこちらの値段です。全部有料化してるみたい、もしてるからね。あそこだけ、本当に最初のとこだけ。こちらはしだれ桜がバーっと並んでて、春も綺麗そうやな。綺麗だろうな。目の前に水明館が見えてるんですけど、こちらが飛騨川。飛騨川大きいね。大きい。開けた景色がまた綺麗だわ。めっちゃ綺麗。景色見ながらだからそんな遠くも感じなくて、全然余裕でした。今までいろんな温泉街の景色を見てきましたが、いかがですか、下呂温泉街は。下呂温泉は、さっき歩いた坂のところは温泉街って感じがしたけど、ギュッと詰まってる感じじゃなくて、またそこが違うよね。開けてる。この景色も楽しみながらっていうところもまた違う感じがする。範囲が広い、街中だけど範囲が広いみたいなそんな感じところかな。秘境感もなくちょうどいい街感で落ち着くね。月が入れないんだ今日。なんだ今日は。そういう日なのか。ついてないな。いろいろついてないな。ここで温泉手形も買えます。悲しい。お風呂入ってきます。9階の展望風呂です。はい。水曜と金曜日は、清掃しているみたいなので9階しか入れないようです。科目は入れるみたい。こういうことが多いですな。多いですな。調べててもこういうことばっかりですな。仕方ないです。でっかいホテル、本当に。9階だからね、ここ。さあ行ってきます。行ってきます。温泉入ってまいりました。すごくいいお湯だった。めっちゃ気持ちよかった。でこちらが購入した1500円で買える湯めぐり手形でございます。結構ごっつい。熊本の黒川温泉でも手形を使って日帰り入浴でいくつか巡ったんですけど、すごい分厚いなって感じました。でこちらは買える旅館と買えないとこ、またその他のところでも買えるみたいですけど、入ったら1枚ずつ剥がしてって3つまで入れる。買った時から6ヶ月まで有効ってことで、もし買って6ヶ月以内にまた来る機会があったらこれを使ってどこかできるというふうになってます。以前よりも温泉手形で入れる旅館とかも減ってきているみたいなんですが、結構ちゃんと調べないと希望通りに入ることはちょっと難しいとは思うんですけども、こういったものも
もらえるので、手形を買ったついでにこちらをもらってから検討されてもいいかもしれません。pH 9.4 で、超トロトロで超トロトロのアルカリ性の温泉でした。ホテルっていう感じなので、でっかいホテル、設備も整ってるし、すごい広々としてて、景色がわーって見えて、大浴場でも十分素敵な景色を見られることができます。じゃあ次の温泉に向かいます。はい、2分ぐらいで着きました。吉泉館合ってるのでしょうか。喫泉館とかかもしれない先ほどの水明館から直進してきただけのところ、400メートルのところにあります。ここも2時までになってるので30分程度で入ってきます。はい、なかなかたどり着かない。ちょっとすり足だと長いです。じゃあね。温泉上がりました。喫泉館でだったそうです。はい。落ち着いて入れるお風呂かなと思います。人が多かったらちょっと狭いかなと思いますけど、宇宙と露天もそのすごい開放的な感じではなくて、屋根がついててコンパクトな露天風呂。民家から見えそうだったなって思った。見えそうだった。ちょっとこうしながら、そういった不安はあったかなと思います。自分たちが働いていた旅館と似ているなって思いながら、雰囲気と老舗旅館って感じでしたね。では次のポイントに行きます。はい、次入りたい温泉はまだ時間が長く入れる時間があるので、ちょっと食べ歩きをしたり、寄りたいスポットに寄りながら、下呂温泉街を歩いていきたいと思います。こちらさっき水明館に向かう時に渡ってた橋です。その下に皆さん足湯されてますけど、噴泉地っていうところがあって、こんなところにあるんだって。そう、川沿いだね。川沿い、飛騨川のお隣にある足湯です。あと左手には僕たちが本当は行きたかった畳のお風呂があるっていう、入りたかった。小川屋に行きたかったんです。本当そう、あそこ入ってみたかった。今日だけ入れなかったって皆さんは使用されてます。もう私たちはポカポカすぎて溶けちゃいますので、これ以上は入らないです。この噴泉地は入浴施設ではありません。手や足で触れて楽しんでくださいと、これに浸かる人がいるのかな。高いのはテイクアウトできないんだって。ここでしか食べられない。メープルもあったかいよ。面白いね。温玉が乗ってるのも面白いし、いろいろあるんですけど、これいただきます。なんか足湯もあってこれも食べれるみたいだけど、その目の前で食べる。はい。温泉街といえばやっぱプリンですよね。でもこういったプリンはなかなかない。400円。アイスもあるよ。冷たいのもある。ちょっと固めかと思ってたんだけど、勝手にトロントロン。これはまた新しい。本当にほんわかプリン。ほんわか。これはこれで違う。これはこれで違う。寒い季節に食べるのはいいかも。想像以上のトロトロだった。温かいミルクを甘すぎなくて優しい甘さで美味しい。プリンって感じがしない。うまいです。どんどん食べるやん。私まだ3口ぐらいしか食べてない。カラメルソース忘れてたやん。バターミルクの足。自家製バターで作るバターサンドです。すべて420円でした。どうぞ食べましょう。これはレーズン。私キャラメルナッツ。すっごいバターだ。めっちゃバター。おいしいです。最後の温泉に向かいます。はい。最後はクアガーデン露天風呂です。飛騨牛まんとかもあります。飛騨牛握り寿司は白川郷行った時に食べたので食べなかったけど、正直言えば食べれるもんなら食べたいと思いましたが、そのお店は今日天休日でした。はい。
安定の定休日です。ここも有名なとこ、白鷺の湯。もう本日は定休日です。悲しいです。あとはこっちのゲロプリンを食べたかったんだよね。ゲロプリンソフトを食べたかった。あ、そう、ゲロプリンソフトを食べたかった。今日休みの日です。なんなんだ。その行こうと決めてた日程がいつもそうなっちゃうからな。なんかすごい。まあここもなかなか人気なお店みたいですよ。閉まってるのにおばちゃんたちがなんか下見をしていらっしゃいます。水曜日が定休日だそうです。飛騨牛の自販機もございます。若者が好きそうな。昨日バターサンドが特に若者向けっていうかインスタ映えスポットやね。私たちの映えスポットがあったよ。お、二人で撮るか。混浴するの？そう。我が妻よ、嫌だな。ゲロ。我が妻よ、今日も美しいな。ゲロゲロ。我が妻よ、いつからタイルになった？ゲロ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 。ゲロ。ゲロゲロ。我が妻よ、ゲロゲロ。ゲロゲロ。ゲロ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 。ゲロ。ああ、ゲロゲロゲロ。おーやー、ゲロゲロ。今我に返ってさ、こっち見てたらさ、すごく虚しく感じる。着きました。最後の温泉。クアガーデン露天風呂です。ここは露天風呂のみで、ちゃんと洗い場もあるというふうには書いてあったので、ここで最後はゆっくり入って終わりにしたいと思います。地上から地下に伸びてる建物です。行ってきました。行ってきました。すごいトロトロでこちらも気持ちよかったです。広めの露天風呂で、あとは打たせ湯とか顔出すタイプの蒸し風呂、タコ蒸し風呂だね。あとは壺湯みたいなのも3つぐらいあって、洗い場は意外とあったかなと思います。気持ちよかった。最後に露天風呂で締めれたのは最高に良かったです。下呂温泉の中では700円と日帰り温泉も安いところですので、結構下呂温泉街どこも高いです。高いね。1000円から1500円ぐらいするのが基本かなと思うので、温泉手形で限られてはきますけど、日帰り温泉楽しむのもありじゃないかなと思います。それでは温泉で体もポカポカ温まりましたので、はい、岐阜市に向かって移動していきたいと思います。そして今日の夜はりょうくんの車中飯を食べられる特別企画がございます。全然特別企画とかじゃない。とりあえず移動してまたちょっとご飯食べて終わりにしたいと思います。それでは一旦失礼します。失礼します。一生懸命準備をしている両生君からお届けします。俺がやってる時にね、同じようなこといつもやっているのにね、なんか僕だけこういうことやってないみたいな雰囲気を出さないでくれませんか？そんなこと言ってないよ。りょうくんがこうやって準備してくれてるよっていう。いつも準備ちゃんとしてるでしょ？お互い様だよね。そう、でも2人でやってるんです、ちゃんと。準備はりょうくんがやって。さあ、お願いしますって言ってやってもらって、海がパパパって料理して、片付け一緒にして、感じ。物を取りに行くのもね、だいたいりょうくんがいつも取りに行ってるって思ってるかもしれないけど、私が取りに行ってる時もあるんですよ、ちゃんと外に出てね。お互い様だよね。お互い様だね。助け合うのが夫婦ですからね。助け合いな。君もサルボブでしょ？サルボブみたいな顔してる。俺子供の時にサルって兄弟同士でサルって言われるのが嫌だった。それに怒って喧嘩してた。兄弟同士でサルとか豚とか鶏とかその頃にサルボボしてたらもっと良かったね。サルボボって可愛いんだよ。サルボボってなって。サルボボって何？サルボボって顔あるわ。顔赤くねえわ。それはそれで喧嘩やな。サルボボってね、顔ないじゃん。あれって一緒に泣いたり笑ったりとか、一緒にその表情を変えるっていう意味もあって書いてないんだった。ああ、そういうこと。食べきりパック。あれこれ切れてるやつだと思ってたけど、切れてるよね。そういうもんだってもいたけど。崩せばいいんだね。そうほら、やってないのがバレちゃう。やばい、自分でボケつ折っちゃった。今回、ミニサイズの明宝ハムを買いました。1000円ちょっとします。こちらの明宝ハムを使って、明宝ハムステーキ丼にします。美味しそう。もう焼くだけですから。でもそれはそうでしょ。明宝ハムはね。これ切れ目がないから、こうするしかない。
明宝ハムってこの開け口がさ、あえて太めに切ろう。家庭で口がないからさ、難しいなって思う。この袋開けるのが。まん丸でいくんですね。ああ、そうです。輪切りでも極厚明宝ハムステーキ丼がいいなと。ステーキだもんね。詰まってます。うまそう。完成ですか。まだです。違いましたか。舞茸は舞茸。胡椒を振っておきます。ちょっと蒸しちゃった。もうちょい焼き目つけたかった。こだわりがありますね。私はもっと適当だから。焼き舞茸にしたかった。矯正のひと手間が I love you です。矯正のひと手間が I love you。これで終わりじゃなくて、もう一回焼くと。でこれをさ、タレでちょいとだけ煮詰めてご飯にのっけようかなって。こういうのが本当りょうくんだって思うんだよね、見て。ドボドボ出したら嬉しい。ドンで、はい、完成しました。ありがとう。明宝ハム舞茸ステーキ丼です。いただきます。お腹が空きました。もう腹減りすぎてやばいです。久しぶりだ、明宝ハム。これ爪で切ってよかったわ。舞茸がいい味出してる。なんか明宝ハムに合いそうなやつをちょっと考えて、タレあったからステーキでいいや。美味しい。ネギを乗せることで塩辛さが中和されていい味付けになってる。色合いも良くて。ちょっと色合いはね、ネギぐらいしか思いつかない。普通のハムと何が違うかって思うと思うんだけど、すごい肉々しい見た目だし、食感も肉々しいんだけど、いい意味であっさりしてるんだよね。こんなに分厚いけど、たまにさ、油の塊とかあったりする。ああいうのも、あるんだけど、嫌じゃなくて。油っこそないね。そう、ないんだよね。で、さっぱりしすぎてもない。特に焼いたらそう思う。焼いたら、ちょっと油も出て、ちょいジューシーぐらいで。でも、ちょうどいい、このハム。それでは、これにて岐阜県の旅が終了となります。はい。岐阜県の動画は少なめにはなったと思いますが、しっかり堪能できましたし、思い出となる品も出来上がりました。はい。下呂温泉は開放的で、他の温泉街とはまた違った雰囲気で素敵だったなと思います。泉質も良かったし、大満足の一日になりました。残りの期間は自分たちでキャンプしたりとか、岐阜市内の方を楽しんだりとかしていきたいと思っております。モネの池は旅を始める前から行ってみたいところだったので、そこに行ったりもしたいし、あとは岐阜タンメン。残念ながら水まんじゅうの方は私たちが来てる時期は期間外の時期ではありますので、また岐阜県に来た際にはそういったグルメも食べに来れたらいいなと思います。それでは今回の動画はここまでです。私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。サルボボでした。本当だ。本当だ。持ってきた。すごい。みんな寄ってきちゃった。ちょっと波紋だらけなんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。
サルボボ準備しないと。サルボボはダメ。なんで？そのままでいいの。サルボボもだって今日岐阜の。それは食べるときにでいいから、今はいい。食べるときにサルボボね。